このハートの空間っていうのは、またの名を私は魔法の空間って呼んだりします。この空間に意識を落とすだけでなんか生活が動き始めたりとか、普段ある生活も変わり始めたりだとか、思考自体もポジティブに変わってきたりとかってする魔法のね、湖みたいな、そういう空間が存在するんですね。こんにちは、桃代です。こんにちは。はい、今日はね、皆さんにハートの空間に入るというお話をしたいと思います。ハートの空間のお話、このチャンネルでも何度かさせていただいてますし、本にもね記載させていただいたりだとか、私以外の他のマスターの方も、お話しされる方結構いらっしゃると思うんですよね。先日、知り合いのスピリチュアルマスターの方からすごくありがたいメールをいただいたんですけど、そのメールの最後にね、もう今自分はもう最高の幸せの中にあります、いますみたいな、そういったね一文を添えてメールをくださったんですよ。でそれをやはり言えるって、多分本当にその至福の中にこの方は存在するんだなっていうのを思って、もうなんかそのメールからもうすごいエネルギーが溢れて、私までその至福の中に包まれるみたいなね、そんな感覚になったんで、もう絶対皆さんにねハートの空間のお話をお伝えしようと思ったんですけれども、結局私たちって、何かを得たりとか、何か環境が変わったりとかってして、幸せに一瞬なったとしてもなかなか継続しないじゃないですか。その最高の至福ってどこにあるんだろう。変わらない幸せで、これがいつも私が言っている、もうスピリットの感覚でしかないんですよ。もうこれを感じるっていう言い方でもいいし、もうスピリットそのものに自分が帰っていくことで、本当に微動だしない環境とか状況とか全く関係ない幸せっていうのがもういつもここにあるっていうことに気づくことができるんですね。でじゃあそのスピリットの感覚に到達するというか、感覚に戻る、それっていつできるんだろうっていうのが一番皆さん難しい。もうスピリットに戻れば幸せになれるっていうのはもう桃江さんも何回も言ってるし分かったって思うと思うんですけど、そこに到達する方法は何っていうことですよね。でここでまず皆さんに理解していただきたいのが、スピリットの感覚っていうのは皆さんもいつも常にあるんですよ。これはね、答えを言うと、皆さん思考ってしますよね。マインドって私がよく言うんですけど、考えるっていうことね。人間ってずっと考える生き物なんですよ。で考えと考えの間にスピリットっていうのが存在してねこの間っていうのを感じられると一番いいんだけど、私たちって思考をしすぎちゃって、もう間がない詰め詰めの状態なんですよ。もう思考と思考が、次の思考と次の思考がもうつながっちゃってて間がないから、もうスピリットが全く感じられない。もしくはスピリットをこの思考の中で感じようとしてしまう。でここにはスピリットがないし、スピリチュアルなライフもないですよってよく言うのは、これも単なる思考でしかないんですよね。これってスピリットの感覚なのかなっていう思考があるだけなんですよ。でもそこにはスピリットは全く存在しなくて、本当にスピリットを感じた時っていうのは別に誰に聞くわけでも誰に伝えるわけでもなく、自分でわかる、これじゃんっていう感覚ね。でもなんか言葉にならないような幸せで、ここを私たちはやはり目指していくと、本当の幸せっていうのが、手に入るというか、もう生きてる間に感じることができるし、やはり状況を変えたりとか何かを手に入れようとして手に入る幸せっていうのは長続きがしないので、すごく不安でもあるし、手に入ったとしても不安だったりするよね。それがなくなったらどうしようっていう不安があったりとかして、常に不安と一瞬手に入る幸せがずっと隣接していて、それは究極の幸せではないってことじゃないですか。じゃなくて、やっぱり生きてる間にね、これが本当の私なんだっていう至福を皆さんにね、やっぱり味わってもらいたいなっていうことで、その本当のスピリットを感じるっていうののもう一番究極にできることっていうのは、やはり
ハートの空間に自分の意識を落とすことなんですよ。ハートの空間に自分の意識を落とす、つまり自分の意識次元が少し上がるっていうことなんですね。意識は落とすんだけど意識次元が上がるんですよ。でそうすると私たちの普段のうるさい思考っていうのは少し静かにせざるを得なくなるんですね。これがすごく不思議で、私はハートの空間の大好きなところなんですよ。生きてる間に人類全ての人がこのハートの空間っていうのを体験すると、みんな幸せになれるのにとか、みんな本当の幸せは何かっていうことに気づくことができるのにっていうふうに思うわけなんですね。でこのハートの空間っていうのは、またの名を私は魔法の空間って呼んだりします。この空間に意識を落とすだけで、今の意識次元に戻ってきたとしても生活が動き始めたりとか、3次元のねこの普段ある生活も変わり始めたりだとか、自分のその思考ですね、うるさくずっとおしゃべりしてた思考自体もポジティブに変わってきたりとかってする、すごく本当に魔法のね湖みたいな、そういう空間が存在するんですね。思考をしてない自分を感じる瞬間っていうのは、そのハートの空間に入る以外にもたくさん方法はあると思うんですけど、私はやはりこのハートの空間、魔法の空間にもう意識ごと落ちていってしまうというのが一番早いと思っているんですよ。スピリットを感じる、または思考してない自分を感じる。でじゃあこれどうやったらこの魔法の空間、ハートの空間に入ることができるのかっていうと、一応今日は3つご紹介したいと思います。一番早い方法はやはりそのハートの空間にガイドできるマスターのところに行く。やはりハートの空間を知っているマスターもいるけど、そこにガイドできない人っていうのもいますよね。自分は知っている、経験したことがあるし、自分もそこに入ることができるけど、そこに人々を導くことができないっていう方もいれば、それを導くことをこの世での使命としているマスターっていうのはこの世にたくさんいるんですよ。なのでそういった方を見つけ出して、そこでトレーニングというか、導いてもらうっていうのが多分一番早いんですね。なのでこれが一つ目ですね。ハートの空間に入る一番早い方法は、ハートの空間に入り方を知っているマスター、または皆さんを導き方を知っている人のところにお世話になるっていうのが多分一番早いと思います。2つ目、これはね、高い波動に触れる3次元という風に呼ばれるこの次元でも、実はよく見てみると細かくいろんな3次元の高い次元、3次元の低い次元みたいな風に分かれているんですね。3次元の中でも5次元を垣間見るような、そういった世界もこの世には存在するわけですね。パワースポットって言われたりだとか、でそういったところに足を伸ばすと、突然自分の意識がポコッとハートの空間に落ちるということがあります。これはよくあります。またはね、高い次元の音楽を聴くだとか、高い次元のものに触れる、絵とかね、そういったものも工事から下ろして絵を描く方とか文章を書く方っていらっしゃいますよね。そういった方のものに触れると、私たちの意識って共鳴するんですよね。同じ次元に行こうとするんですよ。なのでハートの空間にストンと落ちることができる。一番いいのはだからそのハートの空間の中で何か物書きをされた方だとか、ハートの空間から絵を描いた人、音楽を作った人、物を作った人、そういった方のものに触れると、その波動に触れることができるので、一緒にそのハートの空間に落ちていくことができるんですね。なるべくね、高い波動のものにやっぱり普段から触れるっていう心遣いっていうのはすごい大切だと思います。3つ目、これはね、ハートの空間に入ることを目的にした瞑想とかヨガ、これにトライする。瞑想やヨガもただ静寂の中に存在しましょうっていうようなものとか、ヨガなんかであればもうエクササイズとかしたものもあるんですよね。そのスピリチュアルとかなり切り離されて、ちょっとしたお稽古事みたいな感覚で存在するものもあれば、もっとスピリチュアルを究極に追求したそのハートの空間に入るための、本来ヨガってそうなんですよ。だからそれを目指しているヨガっていうのに参加するとかっていうのが、一番いいと思います。瞑想もそうですけど、これも
一つ目とよく似てるんですけど、やはりマスターがそこを目指していないと皆さんをそこにお連れするっていうのは難しいと思います。もちろんマスターだけがそれを目指していて、皆さんがそこに到達できるかどうかっていうのは皆さんの今あるなんか思考の状態だとか意識の状態だとか心の状態とかいろんな状態によって変わるんですけれども、第一条件としてはその導く側の人がね、そこに皆さんをお連れするんだっていう意図でそういった会を開催しているっていうのがすごく大切なんですね。なのでそういったヨガや瞑想は一番最初のそのスピリチュアルマスターを訪れるよりも少しハードルが下がると思うんですよ。でただヨガとか、瞑想の場合は何度もねそのトレーニングするっていう必要はきっと出てくる。でもねこれは最初の1個目も同じだと思います。マスターがハートの空間に皆さんをお連れしようと思っていても、やはり皆さんの状態によってなんか全ての方をそこにお連れできるわけではないので、人によってはやはり何度か訓練しなきゃいけないこともあると思うんですけど、私は今年こそは本当にね今世界がすごく大きく動いて、この世の中で起こることだけに頼っているともう心がぐちゃぐちゃになっていって追いつかないと思うんですよ。で目に見える幸せを追ってもなんかもう泡のように消えていくじゃないですか。だって世の中がこうやってすごい動きを見せるわけだからね、安定したものなんて何もないし、もう明日何が起きるかわからないっていう世界になってしまったので、今だからこそ逆に自分の内なる静寂、幸福、ここにね本当に一人でも多くの人が到達するべきだと思ってて、なので本当にハートの空間に入るっていうことをもう今一度目指してみてはどうかなっていうふうに私思うんですよね。なので、今回この動画を作ったんですけれども、難しいかなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、スピリチュアルってもう最初から言うんですけど簡単なものってないんですよ。だから簡単に何々ができるみたいなことであれば、それなりの効果しか出ないっていうふうに思った方がよくて、やはり本気で挑む、だってもう人生そのものの答えを見つけに行くようなことじゃないですか。なのでもともとそんな簡単だっていうふうに思っちゃった方が逆に後々ね難しいなって感じちゃうと思うので、なんかちょっと難しいかなって思うようなことでも今年はねぜひチャレンジしてみるとっていう風に思ってやってもらえると、多分ね本当の幸せっていうのを感じられると思うので、私も皆さんにねこういったことをお伝えしました。はい、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいねよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。